ご主人様、お嬢様、ご機嫌いかがでしょうか。バンドメイドのギターのかなみです。今日はムーリーの2020シリーズ10機種試奏させていただきます。はい、今弾かせていただきましたバッドホージー。いつも私は、お給仕でバッドホージー2というもうちょっと大きいタイプのものを弾かせていただいております。で、これもスイッチレス機能がついているので、ポンって置いただけでスイッチがオンになる大変便利な機能付きのモーリーのワウですね。で、これはいつも使っているやつよりもコンパクトなんですが、でもその足の置き心地、踏み心地全然問題がなかったので大変びっくりしております。なのでエフェクターボードの中とかにもこのコンパクトさであればもっといろんなものが入るから便利だなと思いました。こちらのコンツァのスイッチのオンオフがついているんですが、これつけないと、ノーマルなバッドホージーの音なんですね。で、オンにするとこのコンツァ機能が使えるようになるので、自分で好きな音色をどこまでハイを出したいかみたいなもの、フリクエンシーのところを自分で設定することができます。私はお給仕では、会場によって結構切り替えることが多いんですけど、このコンツァ機能を結構マックスにしてギュイーンって出すのが好きだったりします。今弾かせていただいたのはワウロックというワウになります。なんとこのワウ3つのワウモードがついているので3種類お楽しみいただけるワウとなっております。まず1つ目はモーリーの特徴的なスイッチレスのついているワウモードです。2つ目の機能ですが、左のスイッチウオモードです。で、これは結構低い帯域からうおって出る感じなので、今私はなんか低いリフの方が合うのかしらって思ったので、そんな感じで弾かせてもらいました。なんかベースとかにも合うからミサにも使ってもらいたいなって思いました。3つ目の機能は右のスイッチにあるワウロックです。ワウロックはそのワウがちょっとかかってる具合、そのちょっと踏んでかけてる時の音がします。なのでこれはロックがかかってるので押してもちょっとかかるのかなと思って押しちゃったんですけど、かかりません。このままスイッチを押してそのワウロックの機能が使えるものになります。スイッチの上についているノブで帯域も変えられるので、このワウを踏んでるどこのところで止めたいかみたいなのがここで調整できるので、いろいろ楽しめるなって思います。
はい、今試奏させていただいたクラシックスイッチレスワウですね。その名の通りなんですけど、そのモーリーの伝統的な音を再現したモデルと言われていましたので、これがその元祖モーリーの音なんだって思いながら弾かせていただきました。私はモーリーのこの音がすごく好きなので、モーリーの機能ですごく気に入っているのがこのスイッチレス機能っていうものでして、その足を置いたら光学式センサーでこう自動的に認識してくれるスイッチを入れてくれるという機能があるので、私たちは、ライブのことを給仕と言わせていただいてるんですが、お給仕中でもすぐにそのスイッチのカチッっていう切り替えがなくすぐにワウを踏むことができるので非常に重宝しております。今弾かせていただいたリードワウ、その名の通りすごくリードギタリストが弾くものなんじゃないかなっていう弾き心地でございました。私ももし給仕とかで弾かせていただこうとしたら、そうですね、リフとかにぜひ使わせていただきたいなって思いました。ターンフレーズなど弾かせていただいた時なんですけど、そうですね、そのハイがすごく抜けてくるので、バンドのアンサンブルなどになるとかなり抜けてくるので目立つんじゃないかなと思います。今回のモデルもスイッチレス機能がついているので、そのやっぱりリードギタリストはすぐに弾かなきゃいけないっていう時にすごく便利なものだと思います。ディストーション1を弾かせていただきました。で、こちらはもうワウの中にディストーションを入れちゃったという1台で2役ですね、できちゃう機能があります。ディストーションと書かれているスイッチをオンにするとディストーションがかかるので、普通にこのまま弾いてもディストーションのエフェクターとして使用することができます。で、さらにディストーションかかってる状態でワウを踏むと、そのディストーションがかかってる状態でワウがかかるという便利な機能がついております。またこれディストーションのスイッチオフにしてる状態だと通常のワウ機能が使えるので、例えば今はクランチ気味の音で普通に最初は弾かせていただいたんですけど、でその状態クランチ気味の音でこれ普通にワウをかけることができるので、音色の印象としてはすごいめちゃめちゃハイが出るというわけではないので、結構今みたいに私だったらクランチ気味の音色を使ってこのワウを使うかなと思いました。
はい、パワーファズワウ弾かせていただきました。これは先ほどのディストーションワウと同じような仕様になっていて、1台で2役使えるようなワウですね。ワウ機能とファズ機能が使えるものです。しかもなんとですね、面白いんですけど、ヴィンテージオンっていうスイッチを押すとまた違ったサウンドを得ることができるので、いろんな楽曲に使えるなっていう風に思いました。その個人的にはすごいかっこいいなって気に入ってしまいました。すごいダーティーな音がしてバンドメイドでも使えそうなものたくさん機能として詰まっているので、かなり気に入りました。ワウブーストを弾かせていただきました。これはブースト機能が入っているワウペダルなんですが、私的にはすごく気に入りました。いつもワウを使う時なんですけど、そのスイッチャーのシステムなどを使ってそのワウプラスブーストを使ってそのワウを使う時に、少し音を上げるようにお給仕では使用させていただいているので、それが使わなくて済むということで、これ1台で同じような仕様で使えるのがすごくいいなと思いました。で、簡単にブーストのここのコントロールできるところで大きさも決められるので、各会場で合わせられるのでとっても便利だなと思いました。今試奏させていただいたのはパワーワウというワウですね。で、今回なんとスイッチレスではないんです。モーリーはスイッチレスみたいなイメージが私の中ではあったんですけど、これはスイッチレスではなく、通常通りスイッチをこう足で踏み込んでスイッチを入れるとかじゃなくて、横についてるタイプのスイッチですね。横のスイッチを入れてワウをかけるものなんですけど、このワウはバネが入っていないので、その自分の足の感覚でワウをかけることができるので、例えば半開き半分踏んだ状態で弾くのも面白いと思いますし、あとはすごい慣れればやっぱ自分のコツみたいなのが分かってきて、自分にしか出せないワウサウンドみたいなのが見つけられると思うので、すごく私の中では新鮮で面白かったです。私がいつも使ってるバッドフォージーとはかなりサウンドが違って、70年代80年代のサウンドを意識して作られたモデルらしいんですね。なので古き良きロックサウンドみたいなのがすごくニュアンスとして出せるんじゃないかなって思っていて、バンドメイドにはかなり合うんじゃないかなって思いました。
今弾かせていただいたのはパワーワウボリュームというものになります。これはなんとワウペダルとボリュームペダルが一体になったものですね。こちらも1台で2役できる優れものでございました。結構そのワウペダルとボリュームペダルってかさばるんですよね、ペダルボードの中で。私は海外に結構行くことが多いので、海外に行くときはなるべくちっちゃいペダルボードにしたいなっていうのがあるので、よりコンパクトにするためにはこういうものがあると非常に便利だなと思っていたので、この発想すごいって感激しちゃいました。今弾かせていただいたのはボリュームペダルのボリュームプラスというものです。これはボリュームペダルなのでワウ機能とかついていないものです。でここのスイッチを押してまず使用ができるかできないかっていうのを設定することができます。ミニマムボリュームというつまみをいじることによってボリュームがゼロの時、ボリュームペダルのペダルがゼロの時にどれくらいの音量が出せるかどうかっていうのを決めることができるので、今みたいにそのリフを弾いてから A メロでちょっと静かにしたい、クランチ気味にしたいとかがあればそのように設定することができるのでかなり便利だと思います。はい、私がモーリーと出会ったきっかけなんですが、お給仕ライブをしている時にそのスイッチでカチッてやってすぐワウに切り替えるっていうのがすごく苦手で、さっとワウに切り替えることができないかなっていうのでいろいろワウを探していたところモーリーと出会いました。光学式センサーで足を乗せるだけですぐにワウに踏み替えることができるというので、私が本当に理想としていたワウに出会えたことで今すごく楽しく演奏することができてます。今使っているのはバッドホージー2というモデルのものなんですが、そちらのモデルの印象としてはすごくそのバッキングフレーズでもすごく流行ってかっこいいですし、私はソロでもワウを使うこともありますしリフでも使うことがあるので万能な機種だと思って使っております。で今日試奏させていただいたモデルのものもすごく魅力的なものがたくさんございました。はい、10機種試奏させていただきました。私のお気に入りのものも見つかりましたのでそれを紹介します。じゃん、こちらが私のお気に入りです。このお気に入りちゃんはパワーファズワウとワウロックです。でこのお気に入りになってしまった理由なんですが、パワーファズワウはすごく男らしくてかっこいいと思いました。ソロとかに入れてもかっこいいなって思いましたし、リフとかに入れてもかっこいいなって思ったので、これぜひとも私導入したいなって思いました。はい、こちらはワウロック。このワウロックの機能すごい面白いですよね。ちょっとワウが止まっている感じですね。あとこのウォアの機能も面白かったです。なんかこれについては私これで1曲作れそうだなって思ったので、その制作とかに使ってもいいかなって思いました。はい、ご主人様お嬢様いかがだったでしょうか。お楽しみいただけたなら幸いです。バンドメイドは来年2月11日に日本武道館でお給仕が決定しております。ぜ
ぜひご興味ございましたらホームページとか SNS とかご覧いただければと思います。ご覧いただきありがとうございました。わーわー。